エモエモ。こんにちは、えもこです。今回はエレコムの Apple Pencil 用グリップをレビューします。Apple Pencil で長時間お絵描きするとペンが当たる部分が腫れて痛くなってしまうので、このような鉛筆用のグリップをつけて使いやすくできるのですが、グリップをつけるとペンをトントンして鉛筆と消しゴムを切り替える機能や iPad にくっつけて充電する機能が使えなくなってしまうので、充電するたびにグリップをつけたり外したりするのが面倒で仕方なくグリップをつけずにそのまま使っていたのですが、このグリップは Apple Pencil 用に開発されたもので、なんとグリップをつけたまま充電できたり鉛筆と消しゴムの切り替えもできるらしく、ついに理想のグリップを見つけたぞというわけで、今回は使用感や書き心地などを詳しくレビューしてみたいと思います。このグリップは Apple Pencil の第1世代用と第2世代用があるので、パッケージの絵を見て自分の Apple Pencil に合うものを選んでください。それでは早速開封していきましょう。質感はサラサラしていて気持ちいいです。普通のグリップはゴムっぽい質感でホコリがつきやすいのですが、この製品はアンチダストコーティングでホコリがつきにくくなっています。第2世代の Apple Pencil は iPad にくっつけられるようにペンの片側が平らになっているので、そこにグリップの平らな部分を合わせて差し込みます。スッと入る。 Apple Pencil は鉛筆よりもやや太いので鉛筆用のグリップが引っかかってつけにくいのですが、ちゃんと Apple Pencil 用に作られているだけあってすごくつけやすいです。見た目が結構太くなりますが、グリップがシリコン製で軽いので重さもほぼ変わらないと思います。液タブのペンと似たような形になるので、普段パソコンでお絵描きしている人はすごく握りやすくなると思います。ちゃんと充電できるのか試してみます。すごい。グリップをつけたままでもちゃんと充電できました。磁力が弱まって落ちやすくならないか心配でしたが、ちゃんとくっついていると思います。 iPad を机に置いた状態でつけるとグリップの厚みでペンがやや上にずれてしまいますが、充電はちゃんとできています。ただ iPad につけているケースと相性が悪いとケースがうまく閉まらなくなるかもしれません。私の使っているケースはペンが落ちたり傷ついたりしないようにペンを固定するパーツがついているのですが、このグリップをつけた状態だとケースが綺麗に閉まらなくなりました。なので使っているケースによってはペンがうまくつけられなくなる可能性があるので、ケースとの相性には注意してください。ついでに Apple Pencil にそっくりな激安ペンにもつけられるか試してみます。ちょっときついですがなんとかつけられました。充電ケーブルを挿すところも隠れないので一応他のペンでも使えそうです。このペンは筆圧感知がついていないのでお絵描きには向きませんが、価格が3000円くらいで Apple Pencil よりもかなり安いので、文字を書くだけならこのペンで十分かもしれません。先日このペンの書き心地を詳しくレビューしたので、気になる人は見てみてください。グリップを Apple Pencil に戻します。あれ？取れない。強く引っ張っても全然取れません。上の方から少しずつ押し出してなんとか外せましたが、無理に別のペンにつけるのはあまり良くないかもしれません。それでは実際にお絵描きしてみたいと思います。使用するのは iPad Pro 12.9 インチ2021年モデルとお絵描きアプリの IBIS Paint です。画面には取り外しできるペーパーライクフィルムを貼っています。ペーパーライクフィルムは表面が紙のようにザラザラしていて描きやすくなる代わりに画面が白っぽくなって色が薄く見える短所があるのですが、このフィルムは使わない時に取り外せるので、お絵描きしない時はフィルムを外して綺麗な画面で使うことができます。結構便利なのですが、いろいろと気になるところもあるので、今度別の動画で使い心地を詳しくレビューする予定です。気になる人はチャンネル登録してお待ちください。ということでグリップをつけてしばらくお絵描きしてみましたが、グリップをつける前は指先のペンが当たる部分がへこんだりして痛かったのですが、グリップのおかげでだいぶマシになりました。私は普段パソコンでお絵描きしているのですが、ペンの形がペンタブのペンと同じになるのでとても握りやすいです。Apple Pencil は筆圧傾き検知がついていて、ペンを押さえる力の強さで線の太さや色の濃さを調整できるの
のでグリップをつけなくても書き心地はいいのですが、材質が硬めのプラスチックなので長時間のお絵描きは指が痛くなるので、その弱点をカバーできていると思います。この製品の気になるところは Apple 製品の見た目のかっこよさが失われて少しやぼったくなってしまうところです。特に iPad にくっつけた時はペンの存在感が気になってしまう人もいるかもしれません。それからペンをトントンして鉛筆と消しゴムを切り替えたい時に少し強めにトントンしないと反応しないことがあるのも少し気になりました。あと普段パソコンの液タブを使っていない人や細めのペンが好きな人は逆に握りにくくなるかもしれません。なので筆圧が弱くてグリップがなくても指が痛くならない人は無理にグリップを使わなくてもいいと思います。この製品はいろんなバリエーションが出ていて、私が購入した太ペン軸タイプだけでなく総ペン軸タイプも売られているので、筆圧が弱い人はそちらを選ぶといいと思います。この製品のいいところはお絵描き用のペンタブのペンと同じ形になるので長時間お絵描きしても指が痛くなりにくいところです。あとグリップが滑り止め代わりになって Apple Pencil を落としにくくなるのも嬉しいです。 Apple Pencil はペン先のパーツが折れやすいので、硬い床に運悪くペン先から落ちてしまうとペン先が折れて使えなくなってしまうことがありますが、グリップのおかげで滑りにくくなるので Apple Pencil を落とす事故も減らせると思います。そして何より嬉しいのがグリップをつけたまま充電できたり指でトントンするショートカットもちゃんと使えるところです。まだ買ったばかりなので耐久性とかしばらく使った時のシリコンの変色具合などはチェックできていませんが、ホコリがつきにくくてサラサラした質感とか握りやすい形とかちゃんとこだわって作られているのがわかるので、とてもいい製品だと思います。今後もこのグリップを使うかどうかですが、しばらく使っているとペンをトントンした時の反応が鈍いのが気になったので、私は指が痛くなった時だけ使う予定です。このグリップが向いている人は太めのペン軸が好きな人やペンのショートカットをあまり使わない人で、価格も1000円くらいで他の Apple Pencil 用のグリップと同じくらいなので、 iPad でお絵描きする時に指が痛くて悩んでいる人はよかったら参考にしてみてください。今回紹介した製品のリンクは動画の説明欄に書いておきます。このチャンネルではおすすめのガジェットやお絵描き関連の動画を投稿しています。この動画が参考になったよという人はチャンネル登録や高評価、コメントなどしてもらえると動画を作る励みになるのでよろしくお願いします。あと先日サブチャンネルを開設したので、ちょっとしたガジェットの紹介やメインの方にはあげにくいけどどうしても紹介したいことなんかはサブチャンネルの方に投稿していく予定です。よかったらそちらもチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。